ごい。こちらがもう本当にまさしく人の油ですね。3ヶ月経ってますので、もうドロドロに溶けて、もう何でなくなったかわからない状況ですね。鍾乳石のように、おそらくですけど、こちらが頭部なのかなとめくってみますね。体液がべったりついてますね。最近20代30代の方がお亡くなりになられることってすごい多いんですね。日本でいわゆる孤独死だったり孤立死っていうのが結構あるというふうに聞いてるんですが、お子さんが部屋の中で自殺してて、親御さんからの依頼とかが多いです。ちょっと弱っていたりとか、精神衛生がちょっと悪かったりとか。おはようございます。本日はどういったご依頼があったんでしょうか。ワンルームでお一人でお住まいの20代の男性が孤独死されて、約3ヶ月ほど放置されていたということです。ご遺体の方がもうすでに液状化されているような状況で、もうお部屋の、刺繍ですね、刺繍もかなりひどいということでお聞きしております。そうですね、最近20代30代の方がお亡くなりになられることってすごい多いんですね。それが自死であったり孤立死であったりとか、いろんな要因があるんですけれども、セルフネグレクトで、引きこもりになってしまったとか、あとちょっと人間関係で何かあってちょっと心の病に苦しんでいたとか、そういう方も多くて、孤独死の現場によく特殊清掃で行かせていただくんですけれども、作業中に関しては、できるだけ感情移入しないように、努力はしております。ただですね、なかなかそうもいかなくて、やっぱご遺品を見ていると、その方がどんな人生を歩まれてきたとか、どんな生活を送っていたかとか、そういうことが分かっちゃうんですね。現場でね、そういうことが起きると士気を乱してしまうというか、そういうこともありえますので、できるだけそういう感情は押し殺しております。遺体がもう3ヶ月経ってますので、もうドロドロに溶けて、もう何で亡くなったかわからない状況ですね。でも誰が誰かもわからないような状況で、もう顔から全部液状化している状況です。おそらくですけれども、エアコン暖房つけられてたんじゃないかなと思います。暖房つけてるとやっぱり人って溶けるのが早いので、暖かいと。ですので、夏の暑いお部屋とかだったら、もう3ヶ月経ってたら大変なことになってます。ちょっと匂いが本当にものすごいんですけれども、この地面とかもう湿っているのは、これが人の油です。この地面に置いている袋もう油でベトベトになってます。もうおそらくこの床も全部ダメでしょうね。その亡くなられた方の食生活であったりとか、あとはこの体型ですね。やっぱり痩せ細っている方の刺繍と、ちょっとふくよかな方の刺繍とではやっぱり全然違います。もう十中八九ちょっとふくよかな方なのかなという印象がありますね。セルフネグレクトといったような方では全然ないです。でもお部屋も綺麗にされてますし、几帳面の方なのかなと思います。趣味もね、結構お洋服もおしゃれな感じの方なのかなって印象ありますね。こちらがもう本当にまさしく人の油ですね。鍾乳石のように、おそらくですけど、こちらが頭部なのかな。どうなってこうなってるのかがちょっと私にもわからないんですけれども、何かがこう垂れていて、つららのような感じで、おそらく油でしょうね。ねじれてますね。あそこに頭を挟んでいらっしゃったんでしょうね。ちょっとかなり日にちが経過していて、もう死因自体が不明ということで、作業前には消毒して作業に入らせていただきたいと思います。この袋はちょっとわからないですね。何の袋なんでしょうね。ただもうこれもう体液だらけです。これ全て体液ですね。体液です。間違いなく。結構割と不思議だなと思うんですけれども、かなり密度が高いお部屋なんで
しょうね。ちょっとめくってみますね。体液がべったりついてますね。ちょっとあれは拾ってみないとわからないんですけれども、もしかして高熱が出た時とかおでこに貼る冷たいシートかもしれないですね。がん治療のチラシが、何かもしかすると持病を患ってらっしゃる方だったのかもしれないですね。はい、やってきます。ちょっとこう周りに荷物あるんで、とりあえずその辺片付けてから進みますね。はい。ある程度重さくなったらもう。権利書が出てきましたね。登記事務所の土地を所有されてますね。建物。家系図ですね。珍しいですよね。家計記録をこんなに立派なものに仕上げて、もしかしたら先祖の方がすごく歴代の重要な方なのかな。でもさ、これ後で僕もそっち行くんで、とりあえずそこ置いてこうか。行きます。よいしょ。あ、めっちゃこびりついてますね。行くで。はい。あかんわ。こびりついてる。体液が。よいしょ。あ、すごい。めっちゃ見た。これはすごい。初めてではないんですけれども、なかなか珍しいですよね。もはや何かわからない、体液であることには間違いないんですけれども、もう本当に鍾乳石みたいになってるんで、ここでおそらく上に寝てて口から出てたのかな。なんなんやろこれは。ドロドロ溶けていったか、そうですね。高いところから低いところへ体が溶けていって。ここがそうですよね。で、半分は乗っててやろな、はい、半分は乗ってて、半分はもう高いところから低いところへ。サランラップの業務用みたいなもので、ちょっと厚みはサランラップ以上にあるんですけれども、こういう体液がついた家具とかを搬出する際にです、ここだったら集合住宅ですので、共用部分に匂いが漏れないためにこちらで全部覆ってしまって、で匂いが漏れないようにして搬出します。ソファーベッドから気をつけて。はい。ちょっと斜めする。かなり超強力な除菌剤です。HIV ウイルスであったりとか、強力なウイルスを除菌する薬剤でございます。これからこのお部屋全部内装解体してしまうので、これ床がクッションフロアなんですけれども、全部剥がしてしまうんですけれども、
内装解体する際もやっぱりこういう体液が除菌されているのかどうかっていうのが作業員も気にするのですごい、次作業するスタッフのために除菌作業をやっております。下までいってるな、油が。体液が浸透してる。やっぱりここ、もうさっきのクッション防水性能一応あるんですけれども、ここがちょうど継ぎ目になってたんでね、ここから全部漏れているような状況です。ただもうそっちに関してはもう防水性能突き破って油が浸透してますね。壁にも匂いがついたりするので、その匂いの元を取るために、壁のこう壁紙を剥がしてます。前回スケルトンにして、床にも塗膜の塗料を塗ってますので床を削って、おそらくほぼほぼ匂いは消えているのかなって思っておりますが、ちょっとこればかりは入ってみないとわからないので確認してみたいと思います。ちょっと相当匂いがきつい現場だったので、いやまだだいぶ残ってますね。かなり匂いきついですね。これすごいな。いやここまでやってもまだこれだけ刺繍が残っているっていう現場もなかなか珍しいですね。そうですね。全然匂い残ってますね。これから、洗浄して薬剤を噴霧して、高濃度のオゾン発生器で消臭除菌していきたいと思います。床とか壁に匂いがついてたんですけれども、ああいう建具とかガラスとか、あとはこういう玄関のドアの内側とか、
には匂いがこびりついてますので、そのあたりをしっかり洗浄してオゾン発生器をかけていきたいと思います。では調理していきたいと思います。大丈夫ですか？大丈夫です。すごいですね、湿度が。湿度を上げまくるので、スチームサウナの中入ってるみたいです。湿度を上げれば上げるほどオゾンの効果がかなり期待できるので、ではオゾンをかけていきたいと思います。経過観察してみたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやめちゃくちゃ暑かったですね。高濃度オゾンにより部屋の腐敗臭がしっかり分解され、匂いは全くしなくなりました。今回の現場は非常に強い腐敗臭が残っていたこと、またご依頼者様の強いご希望もあって内装のスケルトン解体までさせていただきましたが、結果的に解体までしてよかったと思います。今回の現場で亡くなられていた方は20代の男性ととても若い方でした。一人暮らしをされていたりすると若い方であっても孤独死される方はいらっしゃいます。実際に私どもへのご依頼をいただく中でも若い方の孤独死の現場は増えている状況です。こういった孤独死が増えてしまい、私たちのような特殊清掃業者のお仕事が増えることは決して喜ばしいことではありません。なんとかこういった現状に歯止めをかけていくためにも動画を通じ警鐘を鳴らし続けたいと思っております。この動画を見ていただいた皆様には引き続き離れたご家族や疎遠になってしまった方にもなるべく連絡を取り合っていただき、安全を確認し合っていただければと心より願っております。